はい、それでは今日はこれです。シャインマスカット。そして今日はこれをやります。ストレプトマイシン、アグレプト。もうね、花が咲き始めてきちゃった。ほら。なので、こいつをここにやろうと思います。で、これが、アグレプト。ストレプトマイシンって言うんだけど、このストレプトマイシンっていうのは、結核の抗生剤とかになる薬。そして何の役に立つかっていうと、ブドウ無種子化、種を消す。ジベレリンで消すんですけど、ジベレリンだと、90% までの確率で消えるっていうことで、残り 10% 残っちゃうので、これをやってジベレリンを2回やると確実に、種がなくなるっていうことで、これを作ってやっていきたいと思います。ブドウ無種子化希釈倍数1000倍。そして、満開予定日の14日前から開花始め。だからこれがちょうどいい時期。満開っていうのはここまで全部咲いた状態が満開っていうので、これを、花房散布か花房浸水、なんつうんだ。あるでしょ、つけ置きというか。で、去年はシュッ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 ってやっていってたんですけど、今年は、こう、ジベレリンみたいにつけていこうと思います。そっちの方がいい。そして、天気が、雨とかで流れちゃうといけないので、ちょうどいい天気の時期を選びました。今日は、5月の22日。で、まず液を作っていきます。これ、500cc の水。500cc に1000倍なので、0.5cc、500cc だから 0.5cc で1000倍。なので 0.5 を取っていきます。これはね、これ全部で、ここで 1ml、ここで 1cc なので、ここまで 0.5。数字が見えない。0.5、0.51 ぐらいあるのか。まあいいか。ここにビューッとこれで出来上がり。これでアグレプトの1000倍液ができた。ちょっとこれはちょっとね、高級品で割っちゃうといけない。ちょっとで、これをビーカー重いので入れてやっていきます。見逃しはないようにこれ全部。しょうがない脇目いらんない。あった。無種子化の第一歩。これちっちゃい、これしか写さがなかった。よし、忘れちゃうといけねえからな。足ついた。ここにまで。なんで結核の抗生剤がさ、種がなくなるって分かったのかし、逆かもしんねえな。
無種子化が先なのかな。種がなくなるっていうやつにがなぜか結核のあれになるって薬になるっていうことが分かったんかな。不思議だな。これうちぐらいのちょっとしたこうブドウ棚だったら大したことはねえけど、本職がこれやるっつったらえらいこったな。なんかこのカップもさ、ジベレリン買う時に店屋さんに言うとカップくださいって言うとくれるらしいので、今年ジベレリン買った時にもらってみます。でさ、なんか知らないけど今年これが多い。気根、枝から根っこが出る気根。なんか湿気が強い、湿度が高いと出るらしい。今までこんなん出たことなかったんだけど、ここにもあった。やっぱりね、種がない方が食べやすいしね。シャインマスカットといえば種なしだからね。全部きっちりと浸水。やっぱりこの枯枝があるってことはさ、多分ここの力が足らないから枯枝になっちゃうんだよな、こういうの。来年はきっちり全部ついてくれることを祈る。よし、次は真ん中の列。よいしょ。でも田植え終わったからな。田植え終わったけど、スイカとか高見とかの交配が一緒に始まっちゃって、高見はもうでもあらましだな。今スイカがほぼ毎日つけなきゃいけない。あ、ここにあった。ここはこっちは半分ずつやろう。向こう見逃しちゃうといけないし、こっちにもあったか。ちょっと大きいかな、房が。大きすぎるようだったらまた小さくすりゃいいからな。50房ぐらい。この間昨日花切りしながら何気に数えてたら50近くあった。やばいやばいやばい。50。今年は楽しみです。よし、シャインマスカット。ここの差はやりづらい。そういえば今日苗部屋にあれだよな、あれだ、ネズミが入られて植えた種食われちったんだよな。頭んくんな。なんとかせにはいかんな。これも結構咲いてる。あと 2,3 日で満開になる。そしたら今度ジベレリンか。忘れてないよね。忘れてないよね。あれ、これやったっけ。一応やっとくか。これ誘引してない。今度縛ってやんなきゃ。ここにもあった。結構あるぞ、ぶどう。今年食えるぞ。あ、本当だ、ここにもあった。これでもあれだね、ここの種子がつうかあれが小さいから大きくなるのかね。早めにちょっと止めといてやるか。では脇芽を取る。これもない。あった、ここに1個あった。この先のこういう副賞っつうのか、これいらないから全部取る。
次行きましょう。ここ。はい。まだ上向いてっからな。これでも目残しで忘れちゃうと種が入っちゃうんだろうな。これいっぱいある人は本当確実につけていかなきゃいけないから大変だな。もう今やった。これもやってねえか。これやってあっか。あ、やばい。これ花切り忘れてる。ほらここにある。これ花切りやってやらなきゃ。ここ見直しにもなっていいな。まあでも、なんかどっか引っ掛けちゃったね。たまにはこういうこともある。くっついてる。ストレプトマイシン。これもあった。これついてんな。これで全部かな。これだけ花切り忘れてるので、こいつだけ花切りしてからつけます。はい、これであとはこれなんだ長野パープルにも有効らしいので、長野パープル、うちのヤギ牧場の上の長野パープルにもこれをつけていきたいと思います。はい、昨日花切りやっても花が咲いてくるのを確認できたので、今日アグレプトストレプトマイシンをやってみました。無種子化するのの第一歩、あとはジベレリン2回やる。満開もうちょっとして花咲がだいたい確認できてきたら、もう1回目やった方がいいのかな。フルメットとダブルでやっていきたいと思います。はい、今日はブドウの種を取る作業をやってきました。うまくできたと思います。今年は大量にシャインマスカットを食べたい。見てくれてありがとうございました。